はいどうも、明けましておめでとうございます。今年もジャンク修理やっていきます。ということで、新年一発目のジャンク修理は、こちらですね。ジャンクで手に入れた電動テープディスペンサーっていうんですかね。要は、テープカッターですね。メーカーがルクドーフみたいな名前のメーカーです。オートマチックテープディスペンサーって書いてありますね。で、型番が GJZDTJJ51001 ってものですね。幅が 5mm から 60mm まで対応してるみたいです。収まりきってないので箱から出していきます。箱の中身こんな感じですね。こちら本体なんですが、外観が似てるものは調べたところいっぱいあるので、おそらく OEM だと思います。で、説明書、電源コード、これはオイルですね。と、プラスチックの何かが入っています。でこちらのジャンクリュー、使いすぎて動かないとのことです。使いすぎて動かない割にはすごい綺麗なんですけどね。どうなんでしょう。ボタンの押した感じも全然いいんですけどね。で、説明書ですね。説明書は一応日本語ちゃんとありますね。付属品ここに載ってますね。付属品はすべてついてるみたいですね。英語と日本語が混ざっていて結構読みにくいですね。カッターユニットは交換式みたいですね。で、説明書を見て気づいたんですが、ここにピンセットが入っています。すごいチャッチーピンセットですね。一応挟めるっぽいですね。では本体の動作確認をしてみます。電源の差し込みは本体裏側のこれですね。電源入ってんじゃないですかね。接続したので、こちらにある電源スイッチを入れてみます。電源入りますね。説明書によると、これが送り出し送り戻しですね。ボタンの動きは悪くないですね。内部も動いてるみたいです。そして、オートマニュアルの切り替えですね。オートにしておくとテープを取った時に自動でこう出してくれます。で、おそらく長さの指定ですね。で、スタートボタンがあるので押してみます。エラー02ですかね。が起きて止まりますね。そして、この辺が何か今、すごい嫌な動きをした気がします。カッターの下部ユニットっていうんですかね。これが途中で止まってしまってるみたいですね。これがエラーの原因かもしれないです。もう一度このまま電源を入れてみて動くかどうか確認します。やはりこの部分ですね。この部分がうまく動いていないみたいです。とりあえずカッターユニットを取り外して確認してみます。説明書によるとカッターユニットはこの裏側のレバーですね。これをこちら側に倒しながらやると外れるみたいです。外れないんですけど。これがカッターユニットですね。センサーがありますね。センサーはもともとここですね。これがカッターユニットですね。金属製です。で、下刃、上刃ですね。この下刃の部分がちょっと危ないですけど、上にこう動いて上刃と下刃が合わさって切る感じですね。カッターを取り外した本体前面ですね。このボッチが上下するみたいですね。で、この部分がカッターの溝っていうんですかね、にはまり込んで上下動かすみたいです。カッターを外した状態でどんな動きをするか試してみます。押してみます。カッターを取り外した状態だと動き悪くないですね。カッターが悪いんですかね。カッターの取り付け方法が悪かったなんてことはあったりしますかね。ちょっとやってみます。これで一度取り付け直してみました。再度動かしてみます。やはり詰まりますね。何が詰まっているのかちょっとわからないですね。本体のこのボッチ部分っていうんですかね。これの動きは
悪くないですね。ということは、動きが悪いのはカッターユニットですね。先ほどカッターの方が斜めになって、こんな感じで止まってたんですよね。これが正常に動いてるのか、まっすぐ動かないといけないのか、これはちょっとわからないですね。正常品を持ってないですからね。斜めに動くのは正解です。溝の動き的にそんな感じですね。この辺で引っかかってしまってるのかもしれないですね。で、分解します。結構分厚い刃が入ってますね。上刃部分と取り付け部分に特に破損はなさそうですね。まあ見た感じですけどね。段付きにもなってないですね。多少擦れてはいますけどね。次は下刃部分ですね。このユニットを外して上に抜けば下刃も取れそうなんですけど、取れないですね。この爪を外せば取れるんですかね。この部分にバネがありますね。バネ効いてないんですけどね。このバネは意味あるんでしょうかね。フリーのバネです。何かテンションがかかってなければいけないものなんではないですかね。こちら側も外してみます。下刃のユニット、こんな感じですね。特に破損はないですね。カーブのスライド部分の特に破損はないですね。擦れはどこかにあるかもしれませんが。カッターケース左側のレールのさらに隣、この部分に削れがあります。このヘラを滑らせると止まるんですよね。これ原因じゃないですかね。カッターユニットを交換すればいい話なんですが、この部分を削って治るんだったら少し削って滑らかにしてみようと思います。とりあえずは掃除ですね。後で注油するので拭いてしまいます。かなり擦れて真っ黒になってますね。反対側のガイドレールは外れないですね。本来は外れないのが正解なのかもしれないです。さらにカッターケースの上の部分ですね。斜めになっている部分も若干引っかかりなんで、この辺も削ることにします。ヤスリで削ってみます。まずはこの部分ですね。とりあえず上の部分のガタつきはなくなりました。次この左側の引っかかった部分ですね。この部分を削るだけでいいとは思うんですが、やってみます。削りすぎない程度に滑らかにしておきました。これで治ったらラッキーなんですけどね。どうなんでしょう。動き的にはこれで、こう動いていく。違いますね。そこの引っかかりではないですね。この爪割れちゃってますね。左側の爪が割れてしまってます。おそらく負荷がかかって割れたんでしょうね。この横の出っ張りっていうんですかね。これも若干傾いて割れてしまっています。こちらの爪もひびが入ってますね。反対側の爪は無事ですね。カッターユニットの材質は書いてませんが、一応貼り付けておきます。使用するのはおなじみ、100均の爪を作るやつです。でしばらく置いておきます。まだ少し柔らかいうちにこちら側だけはめてしまいます。
取り付けた状態で横からスライドすれば入りますね。外さなくてよかったやつですね。まあ、外して割ったのか割れていたのかはわかりません。謎です。あとはこの動きですね。交換用のカッターユニットが販売されていると思うので、外観を比較するために探してきます。画像を表示しておきますが、先ほど何かわからなかったこちらのバネですね。これが折れてしまってますね。これが伸びていて、この部分にかかっていて、動きを制御してたみたいですね。これが原因ですね。このバネ、似たようなものどこかに売ってないですかね。探してみます。内径 5.6 ですね。6ミリぐらいのバネがいいんじゃないですかね。外径が 7.3 ですね。厚み 3.5 ミリ。線径が 0.7。一応 Amazon で似たようなバネが見つかったので注文してみます。バネが到着したので続きをやっていきます。一応2種類買ってみました。太いものと細いものですね。こちらはおまけみたいなものですね。おそらくこっちでいいと思います。SR2117 のキックバネってものですね。線形は同じものがなかったので、ちょっと太めの 0.9 ミリですね。こんな感じのバネですね。だいたい一緒だと思います。大きさ的には。僕の長さがちょっと微妙ですけどね。それはどちらかが利用できればいいと思います。で、やっていきます。このスリットですね。この部分にバネが入ってるはずです。なので、明らかにこちら側長いですね。反対側。こちら側がベストフィットしそうですね。若干この下の部分は長い可能性があるので、合わせてみて長かったら切ります。きつめではありますが、はまりますね。そして試しでつけてみると、上の刃ですね。上の刃が、こうついて、そしてこれが上がることで、刃が斜めに移動するようになるって感じですね。こうですね。これが正常な動きですね。若干やはりこの下の部分は長いので切り落とします。とりあえずこのぐらいで切断します。これぐらい短くなりました。そして反対側の上の長い部分ですね。これもこの辺で切ってしまいます。一応しっかりはまりました。仮でねじ止めして動きを見てみます。もう少しだけこの下側の折れ曲がった部分を切り落とした方がいいかもしれないですね。一応この下に溝があるんですが、そこにうまくはまってません。溝はこの部分です。若干擦れてしまっているのでうまくはまってないと思います。もう少しだけ切り落とします。このぐらい短くなりました。これでやってみます。刃を外した状態でバネを動かしてみます。硬いですが大丈夫ですね。しっかり取り付けてみようと思います。今気づいたんですが、インサーターっていうんですかね。このナット部分が少し出てきてしまっているので接着しておきます。一度取り外した方がいいかもしれないですね。出てきてるとすれば簡単に取れると思う。取れますね。洗浄してこの溝の部分に接着剤というか爪を作るやつを塗って戻しておきます。あとは乾くのを待ってから取り付けていきます。ある程度乾いたと思うので取り付けていきます。で、刃ですね。反対側はまだ油が残っているのでこのまま使います。若干長すぎるかもしれないですね。まだこちら側が。
こんな感じではまりました。おそらくこれで大丈夫だと思います。こちらの油ですね。これを塗っておきます。おそらく多分ミシン油と一緒のものではないですかね。これを取り付けます。バネが太くなったことによってこの部分が当たるので少し削ります。少しだけ削りました。これでどうですかね。一応大丈夫ですね。ネジを締めればこの辺しっかりはまると思います。一応これでネジ止めが終わってこの部分は OK なので他の部分すべて組み立ててしまいます。一応この辺にも油を塗っておきます。これで動くかわかりませんが、買ったユニットの修復自体は終わりですね。バネが折れていたので交換しました。買ったユニット取り付けてみます。取り付け自体はしっかり取り付けてきましたね。動作確認をしてみます。ダメですね。もう一度取り外しました。バネの力が強すぎて動きが悪いのかというのもありますが、確かに硬いといえば硬いですね。動きの改善をさせるためにシリコンのグリスを塗ってみます。だいぶゆるゆるにはなりましたね。上の刃のすり合わせ部分に少々塗っておきます。調整したのでもう一度試してみます。いや、これはなんか違うな。状況が違うぞ。動いちゃいけねえとこが動いてる。うまく動かなかったので少し確認してみたところ、新たな原因が分かりました。浮いてるんですよね。これ浮いてるのが正常じゃないみたいですね。この裏側に溝があります。で、この棒の部分ですね。黒い棒の部分。これが奥にはまり込まないとダメなみたいですね。これでいいですね。しっかり固定できました。根本的な原因としてはバネが破損してうまく動かなくなって、これに接触してしまって、これが外れて、さらに修理したけど、これが当たってしまっていたって感じじゃないですかね。これうまくはめたので、今度はうまく動くかもしれないです。やってみます。動かしてみます。大丈夫ですね。何回やっても動くようになりました。買ったユニット部分の修理と動作確認が終わったので、全体的な動作確認をします。全体的な動作確認といっても、テープを実際に取り付けて確認します。今回はマスキングテープというより、マスキングテープを切るのが目的です。で、説明書によると、この部分に小さなレバーがあるんですね。これを動かすとこれが上がるみたいです。こんな感じですね。そしてこの幅なんですが、横の部分にレバーがあるんですね。動かすと狭まります。なので、マスキングテープ幅ですね。このぐらいですね。で、幅が決まったので、テープを取り出して、この部分にローラーがあるんですね。にテープを貼り付けるだけみたいです。こんな感じで貼り付けました。で、これでセット完了ですね。そして電源を入れて、このボタンですね。このボタンを押すとテープが出てくるはずです。出ました。で、スタートボタンを押すと、一応カットになるはずです。しっかり切れました。これでカットまでの動作確認終わったので、ほぼ治ったと思いますが、他の部分の動作確認をします。で、まず、
これですね。ベロっていうんですかね。これを起こします。これまで出しておきます。起こしたので、今10ミリになってるので10ミリ押してみます。10ミリ自動カットされました。多分10ミリだと思うんですけど、約10ミリですね。が、押すだけで何回も作ってくれます。次、長さを20ミリにセットします。で、20ミリにセットしたので、オートを押します。ランプが点滅してますね。で、スタートをします。そうすると20ミリ出てきました。で、オートになっているので、これを取ると、もう1枚出てきます。取るとさらに出ます。取ると出ます。20ミリ量産できます。これ結構便利じゃないですかね。マスキングテープって、左手で何かを止めていて切って使いたい時が多いんですけど、その時に自動で出てくるってかなり便利だと思います。という感じの機能のテープカッターです。いろいろなテープに使えると思うので便利じゃないですかね。試しに一度 60mm でやってみます。60mm 出るはずです。しっかり 60mm ですね。これで OK ですね。実際にテープを取り付けての動作確認も終わったので、これで修理は完了ですね。ということで今回は電動テープカッターの修理をしました。このチャンネルでは今回のジャンキン修理や DIY をしています。内容がいいと思ったらグッドボタン、また見たいと思ったらチャンネル登録お願いします。それではまた。今年もよろしくお願いします。